ンチはささみのステーキと豆腐とわかめとネギの味噌汁と野菜炒めです。できました。いただきます。今から友達とランチをするので、友達が来るまで待っています。なんか今日はめちゃ風が強いけど少し太陽があります。なんか結構日本の友達とかからパリのオリンピックに向けて盛り上がってるかみたいな質問来るんですけど、なんかこっちにいると全然これからオリンピック始まる感じないです。電車とかたまに乗るとこう閉まってる駅があったりとか、あとセーヌ沿いとか行くと観覧席とかが設置されてることはあるんですけど、本当に普通に街中にいる時にはあまりオリンピックのムードを感じないです。というよりかむしろ例年の夏よりも少ないみたいです。なんか街歩いててもそんな感じはします。もしかしたら気温の問題もあるのかもしれないけど、いつものような夏のこう盛り上がり感っていうのは少し少ない気がします。今ヨーロッパではユーロカップだったかな、サッカーの試合が行われてて、で私普段サッカーとか全然見ないんですけど、こっちの人たち結構みんなサッカーを、バーだったりの大画面でみんなで応援したりするんですけど、昨日初めてそういうのに参加してみて思った以上にめっちゃ楽しくて、あとなんか盛り上がりがすごすぎてさすがフランスって感じしたんですけど、初めてそういう経験をしました。はい、これ今ベスト豆腐でこの豆腐スープみたいなやつを飲んでます。これベルビルにあるお店なんですけど、私気に入ってよく来てます。味薄いよね。味優しい。優しめ。塩をちょっと足すと良さそう。美味しい？あんま美味しくなさそうだね。豆腐の周りの水って感じ。嫌だね。はい、いただきます。美味しいのかな。Take a peek. Yes. De quoi? On a fait des gros chouchous pour l'occasion. Ah oui, c'est vrai, c'est cute. Mais attends, c'est pas celui de Anipalo? Non, pas du tout. Hein? Non, on a trouvé un tissu, on l'a fait. おはようございます。先週お友達のメイクさんにまつげパーマをこっちでやってもらったんですよね。なので今やりたてでまつげが結構いい感じに上がってます。日本ではずっとまつげパーマやってたんですけど、まさかこっちではできると思っていなくて、でもやすこさんができるということだったんでお願いしてやってもらいました。もしこっちにいてまつげパーマ、まつげエクステやりたい方いたらやすこさん連絡してみてください。やっぱね、まつげが上がってるとそれだけですっぴんでもお化粧してなくてもこのまま出かけられるので本当に便利です。あと肌のことも前々回ぐらいの動画ですごい荒れてるみたいな話をしたら、いろんな方からアドバイス、メッセージいただいたりコメントいただいたりして、糖分と、小麦を少し抜くようにしたら、確かに良くなった気がして、今は、薬ももちろんまだ継続で塗って飲んでるんですけど、前よりも肌の調子が良くなったので少し気分が良くなりました。あと私日本だったら納豆とかって全然食べないんですけど、なんかパリにいると納豆すごい美味しく感じて、最近毎朝16穀米で炊いたご飯と納豆とキムチを朝ごはんに食べてるので、もしかしたらそれも肌にとっていい影響があったのかもしれないなと思ってます。日本食が売ってるお店に行けば納豆も冷凍ではあるんですけど購入することできます。全然味のクオリティも悪くないし、私は気に入って最近食べてます。なんかこっち来たばっかりの頃はアジア料理以外のもの作ろうと思っていろいろ頑張ってやってたんですけど、最近はもう頑張る気力もなくなって、もっぱら
アジア料理か日本食ばっかり食べてます。最初の頃は毎日ほんと毎食結構頑張って作ってたんだけど、だんだん手抜きになって、まあでも結局そっちの方が美味しいしホッとする味なんで今の方が満足度は高いんですけど、最近はそうアジアのものばっかり食べてます。あと最近すごい嬉しかったのが、シュバルブローンっていうホテルの中に入っている白馬っていうお寿司屋さんに連れて行っていただいて、本当日本と同じぐらい美味しいお寿司のランチをしてきました。ランチはね180ユーロで、飲み物は別なんですけど、プレゼンテーションから味まで全て本当にね日本同様の美味しいお寿司を食べることができるので、どうしてもこっちで日本食を食べたくなったりとかしたらランチでそこに行くのおすすめです。あと最近自分の中で嬉しかったこととしては、フランス語のレベルがまた今までよりも少し上がって理解できるようになってきたなっていうのを実感しているところです。私は自分の中でその言語習得において第1の波があって第2の波があって今が第3の波かなと思っていて、その波のタイミングは毎回こう急に分かるようになる瞬間が来るんですよね。なので言ってることが全部分かるようになってくると、もっとこういう表現したいとかもっとこういう風に喋りたいとかいう思いが出てきて、さらにそこからまたモチベーション上げて頑張れるので、今ちょうどここ数ヶ月、わかんない1ヶ月前ぐらいになんか第3の波が来た気がしてて、すごい嬉しいです。言語を私がどうやって学んだかっていう動画は1年前、そんな前じゃないかな、結構前に動画でもアップしたことがあるので見てみてほしいんですけど、私の言語の習得の仕方は、卓上での勉強ではなくて耳で覚えて、それを、インプットしたものを常にアウトプットする、でそれを増やしていくっていう、単純なやり方なんですけど、なのでもし私のやり方が気になる人いたら前にアップした動画を参考にしてもらえたら嬉しいです。なんかもちろんフランス語、その地の言語ができなくても全然生活はできると思うんだけど、やっぱり言語の細かいこととか表現の仕方とかが分かってくると、もちろん相手が何を言いたいかとかが細かく分かるっていうのも含めてそうなんですけど、やっぱこっちの文化がもっとよりよく分かったり、こっちの文化の好きなところがよく分かったりっていうメリットがあるので、私はその現地に住んだらその言語を学ぶっていうのは必須だなと思うんですけど、今までも結構もう分かっていたつもりだったことも今もう一歩レベルアップした段階に来るともっと分かることが増えてきて、今それが楽しいなって思って生活してます。なので知らない単語もまだまだ全然たくさんあるし、知らない表現もたくさんあるので、そのボキャブラリーだったりの幅が増えていったらもっといろんな楽しいことがあるのかなと思うと、言語もっと頑張りたいなっていうふうに本当に思っているところです。でもフランス語を喋る時の一つコツとしては、なんか自分が本当にフランス人になりきるじゃないけど、自分が本当にフランス人になりきったかのように喋るっていうのがすごい大事だと思う。フランス語ってすごい耳に聞こえもいいし、いいハーモニーだから、なんかそれをうまくリズミカルに喋ってる自分のことをいいなって思うのが大事な気がします。とはいえ私もまだまだ全然完璧とかでは全くないし、めちゃくちゃ間違えて活用とかも全然できてないし、単語も適当な単語とか使っちゃってるので、でもなんか喋ろうとする意欲とか何を言いたいかっていうことは相手は意外と喋ると分かってくれるので、一生懸命喋る経験っていうのはすごい大事だなと思うし、これからフランス語を習得する方に少しでも参考になればなと思います。